こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はミスや失敗をしたとき、そこから早く立ち直る方法についてお話しします。最初に結論を言えば、後悔に時間やエネルギーを費やすのはやめて、改善に力を注ぐことです。当たり前のことだと思われるかもしれませんが、実践するのは結構難しいです。どうすれば楽にその方向へ進めるのかがこの話の内容です。失敗、ミスをした際に自分自身にどんな質問を投げかけるかはとても重要です。質問の仕方により、その後に進む道も全然違ったものになるからです。考えられる質問は次の2通りです。1つ目の質問の仕方は、なぜ失敗したのか、なぜミスが起きたのかという聞き方です。2つ目の質問の仕方は、どうすれば同じ過ちを防げるのか、どうすれば事態を改善できるのかという聞き方です。まず最初に、なぜ失敗したのか、なぜミスが起きたのかと質問したら、どんなことが起きるでしょうか。人間の脳は質問通りに考えて、それに見合った答えを探し始めます。この場合は失敗やミスが起きた原因をどんどん自分のもとに運んできてくれるでしょう。A をしたからダメだったんだ。B を怠ってしまったから悪い結果を招いたんだ。C の選択をしたから良くなかったんだ。などなど、うまくいかなかった原因を考え始めれば、こうすればよかったのに、あれをやらなければこんなことにはならなかったと後悔が始まることもしばしばです。間違いを犯した自分はダメなやつだとか、できなかった自分は本当に情けないなどと自分自身を責めてしまうことも珍しくありません。この方向へ進んでしまえば暗い気持ちになるだけで良いことは何もありません。例えば自分が何気なく言った一言で友人をひどく傷つけてしまった場合です。悪気はなかったにせよ、まずは友人にお詫びするでしょう。その後、なんで私はそんなことを言ってしまったのだろうかと考えたところで有益なことは何もありません。もう済んでしまったことをあれこれ考えても友人が傷ついた事実は変わらないし、自分の気持ちもへこむばかりです。ミスや失敗をしたり、悪いことをしたときには、その原因を知ることは大切です。でも、原因ばかりにフォーカスを当てれば、自分の気持ちは落ち込むだけで、生産的、建設的なことはできません。もう一つの質問の仕方は、どうすれば同じ過ちを防げるのか、どうすれば事態を改善できるものかという聞き方です。これを自問自答すれば、同じ失敗を繰り返さないよう自分ができることや、今の悪い状態を良くするために役立つことを脳は探し出すようになります。そしていろいろなアイデアを次々と私たちに届けてくれるでしょう。A をすればいいんだ。B は避けた方が賢明だ。C のやり方を採用すればもっとよくできるかもしれない。などと改善策が頭にどんどん浮かんできます。そうなったら次はそれを行動に移してみるといいです。その際に今度は絶対にミスはダメだと自分自身に厳しすぎるのは禁物です。間違えないよう気をつけるのは大切でも、あまりにも注意しすぎれば、緊張によりかえってうまくいかなくなることも多々あるからです。
また絶対に失敗は許されないと思ってしまえば、失敗が怖くなり、再度挑戦することが難しくなります。それよりも、前回はこれで失敗したから、今度は別の方法で試してみようと実験するような感覚で物事に臨んだ方がいいです。失敗する、改善策を考える、別の方法で再度トライする、その方法でうまくいったか確認する。もしこれでもうまくいかなかったら、さらに別のやり方を考えて実践してみることです。このサイクルは一度だけではなく何度繰り返しても構いません。サイクルを回すうちに人は徐々にいろいろな学びをして少しずつ賢くなり自己成長していくものだからです。失敗やミスをしたり物事がうまくいかないとき、自分自身に投げかける質問によりその先進む方向が決まります。なぜ失敗したのか、なぜミスが起きたのか、なぜうまくいかないのか、その原因を知ることは必要でも、こればかりに焦点を当てれば、悔やむことや自分責めに貴重な時間や労力を費やしてしまうことになります。どんなに後悔しても、どんなに自分を責めても、自分自身を落ち込ませるだけで得なことは何もありません。その一方で、どうすれば改善できるか、どうすれば同じ過ちを犯さずに済むのか、こちらに力を入れれば、次にやるべきことが見えてきます。見えてきたら即実践です。その際、次は絶対にミスしたらダメと踏ん張るのはやめましょう。ミスしないように気をつけることは必要でも、絶対にミスはダメと自分自身にプレッシャーをかければ、再度挑戦することが怖くなり、やらなくなってしまうからです。やらなければ失敗もありません。だからもうやるのはやめようと消極的な姿勢では学ぶこともできないし、自己成長も期待できません。絶対に失敗したらダメと思うのではなく、前回よりも良い状態にしようと思う方が望ましいです。ベストな状態を狙うのではなく、ベターを目指すといいということです。今回の話をまとめれば、ミスや失敗、うまくいかないことを経験した際には、自分にとって後々有益になるような質問の仕方をするといいということです。具体的には、なぜ失敗やミスが起きたのかと聞くのではなく、どうすれば同じミスを繰り返さなくなるか、どうすれば今までよりも改善できるかと自問自答することです。前者の質問は自分を後悔させたり、自分責めの方向に自らを誘導しやすくなります。それに対して後者の質問をすれば、今後の向上のために自分ができることを考えるようになるからです。今までよりもベターな状態になるには何を実践すればいいのか。ここにフォーカスを当てて、失敗する、改善策を考える、別の方法で再度トライ、その方法でうまくいったかどうか確認するというサイクルをどんどん回していくことです。一度で完璧になろうと期待しなくてもいいんです。ベストを狙うのではなく、常にベターを目指して、その都度学びをして、徐々に成長していければ素晴らしいです。ミスや失敗をしたとき、物事がうまくいかないときには、自分に対する質問の仕方に注意を払って、後悔に時間やエネルギーを費やすのではなく、改善のために力を注いでいきましょう。ということで今回はミスや失敗をしたとき、そこから早く立ち直る方法についてお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。